はい、どうも、マシマです。このチャンネル、どうやら漫画家さんの視聴率がそこそこ高いらしくて、よく編集部づてに、〇〇先生がマシマさんのチャンネル見てるらしいっすよ、なんて話を聞くんですけど、その度に恥ずかしくなります。新人向けにやってる講座なんで、プロは見ても勉強になりませんよ、おそらく。というわけで、今回は新人向けに書き文字の書き方講座やってみようと思います。新人向けです。今回のトピックはこちらです。書き文字とは、書き文字の大きさと位置、書き文字の形、かっこいい配置とは、嘘の音を鳴らす。この後それぞれ詳しく解説します。先に言っておきますが、書き文字の書き方に正解はありません。毎回同じようなことを言ってる気がしますが、本当に正解はないんです。なので、今回の講座も正解を導き出すためのものではありません。一般論であったり、方法論、こんな書き方もあるよ、ぐらいの動画となっています。それでは本編行ってみましょう。新人向けです。書き文字とは、突然ですが、漫画とアニメや映画の一番の違いって何だと思いますか？答えは、漫画には音がないんです。なので、音の演出を書き文字という文字で表現するのが、漫画における音の出し方なんですね。書き文字って、絵と違って、誰でも書けそうな気がしますよね。試しにマジックで、ドカッとか、バキッとか、殴り書いても、それでもう通じるし、なんか書けてるような気もすると思うんですよ。ですが、書き文字って意外と奥が深くて、適当に書いた書き文字と、きちんと考えて書いた書き文字では、読者に対する聞こえないはずの音の聞こえ方が全然変わってくるんです。例えば、こちらを見てください。少女がマシンガンを乱射するシーンです。ここに、ズガガガガガガガっていう書き文字を入れてみましょう。適当に入れるとこんな感じになってしまいます。意味は伝わりますが、これでは書き文字というより文章です。迫力ある音には聞こえません。では、どうすればいいのか。この場合、絵のパース、あるいは銃弾の軌道に合わせて文字を入れてみるといい感じに仕上がります。こんな感じです。迫力ある書き文字になったんじゃないでしょうか。さらに、弾の発射レートの高さを表現するなら、文字の間隔を狭めることによって、超連射で弾が発射されている感じになると思います。逆に、文字の間隔を空けると、発射レートの低い銃のようになります。他にも、こんな書き文字にすると、3点バーストの銃に、こんな風に書き文字を散らすと、集団性が悪そうな銃になったりしますね。こんな感じで、同じ絵に対して、どんな風に書き文字を入れるかっていうのは、それこそ作家のセンスであり、工夫の見せ所なわけです。書き文字を書くとき自分がサウンドクリエイター、もしくは音響監督になったつもりで、この音のない音が読者にどう伝わるかを考えて書かなくてはなりません。書き文字の大きさや位置。こちらの絵にキャラクターが着地した時の効果音を入れたいと思います。大きさや位置はどんな感じにしたらいいでしょうか？はい。やはり正解はありません。どう入れても自由です。ただし、どう演出したいかで入れ方は全然違ってきます。例えば、このようにキャラと離れた位置に小さく入れた場合、音が鳴っている場所がよくわかりません。絵に描かれたキャラとは別の場所で物音がしたようにも見えます。これでは着地の効果音としては演出不足となってしまいます。では、キャラの近くに配置したらどうでしょうか？こうすることで小さい音で静かに着地したような効果音になりますね。逆にこんな風に書き文字を大きくしてみると、それだけ音が大きいという演出になります。先ほどより大きな音で着地したように見えてきます。さらに、こんな書き文字にすると、何やらとてつもなく重たい人が大きな音で着地しているように見えませんか？このように、一般的には書き文字の大きさは効果音の音量を表し、書き文字の位置は効果音の鳴ってる場所を表すことが多いです。もちろん例外もありますが、これだけ覚えておくだけでも位置や大きさで悩むことはなくなりますね。書き文字の形。さて、書き文字の形、デザインとでも言いましょうか。これは作家さんによって個性が出るところですね。ただ、新人賞の作品を読んでいると、ここにこだわっている人、こだわってない人、すごくわかるんですよ。例えば、こんな風にパンチをしてるシーン。先ほどのように大きさや位置がいいポジションでも、こんな力の抜けた文字を書いちゃう新人さん多かったりします。これだと迫力が伝わらなくてもったいないですよね。他にもミスマッチなデザインを置いてしまったり、抜きが弱くて絵を汚してしまったりと、あまり書き文字に力を入れてない人も多くいます。これは持論ですが、僕は書き文字も絵の一部だと思っています。せっかく上手にキャラを描いても、書き文字がかっこ悪いと
それだけでトータルとしての漫画のクオリティを下げてしまっている気がします。じゃあ、どんな形にすればいいの？これは表現したい音をイメージしてデザインすればいいと思います。先ほどのパンチだったら、硬く力強い感じにとか、柔らかいものに触れたシーンでは丸っぽい書き文字にしてみたり、鋭い刃物で切りつけるシーンはエッジの効いた鋭い書き文字に、大地を受ける振動を表現したかったら書き文字を震えさせてみたり、ショックを受けるシーンでは書き文字を崩壊させてみたりと、こんな感じで表現したい音に合わせて書き文字をデザインするのも漫画を描く楽しみの一つではないでしょうか。かっこいい配置とは、これはすごく難しいのですが、逆にかっこ悪いなって思う配置ならいくつか出てきます。なので、このかっこ悪くなってしまう配置に注意していけば、おのずとかっこいい配置というのが決まってくるのではないかと思っています。かっこ悪い配置とは、例えばこんな感じ。一見そんな悪そうには見えないかもしれませんが、これちょっとキャラを避けすぎな気がしませんか？書き文字がキャラに被らないようにした結果、文字がキャラを避けてしまい、効果音としての書き文字が浮いてしまっているんですね。続いてこちら。こちらは一目瞭然ですね。大事な絵に書き文字が被りすぎていて、絵を台無しにしています。さすがにこんな書き文字を書く人はいないと思いますが、書き文字がキャラにどの程度被るか、そしてその文字はキャラの手前にあるのか、後ろにあるのか、そのあたりの判断はとても大切になってきます。こちらは文字の輪郭がキャラの輪郭と同化してしまって、見た感じのバランスが悪くなっています。同じように枠線とくっついてしまったり、背景と同化してしまうのもバランスが悪く感じるので覚えておくといいかもしれません。余談ですが、キャラの配置も枠線とぴったりくっついてしまうのはかっこ悪いと言われているので注意した方がいいです。そんな感じで書き文字がかっこ悪くなってしまう要因を取り除いていけば、いい感じの配置が決まってくるんじゃないでしょうか。僕だったらこのイラストにはこんな感じで配置します。嘘の音を鳴らす。これ、今までの話に比べると自然とやってる新人さん多いです。嘘の音を鳴らすというのはどういうことかというと、実際にはそんな音はしない音を誇張して擬音にするということです。漫画に慣れ親しんでいる人にとってはごく当たり前のことなのですが、言われれば確かにそんな音しないよなというもの。例を挙げれば、花びらが落ちる時のひらりみたいな書き文字。アニメや映画、現実の生活の中でも花びらが落ちる時、ひらりなんて音聞こえませんよね。漫画ではそこに音をつける場合があるんです。必ずしもつけなければいけないわけではありませんが、冒頭で言った通り、漫画というメディアには音がありません。なので、書き文字という音のしない音の演出によって状況を説明したり、風情を出したり、感情表現の手助けをする必要があるということなんですね。実際には鳴らない音、ひらめいた時の音、ショックを受けた時の音、震えている時の音、本当に音のないところに音を作るのも漫画の面白いところですね。余談ですが、静寂、沈黙などを表現するときによく使われるシーンという漫画では定番中の定番の書き文字。これは手塚治虫先生が発明した書き文字だとされています。実際にはもっと古い文学からシーンとしてなどという表記はあったようですが、それを漫画にシーンと書き文字に起こしたのが手塚先生なんですね。いやー、本当にすごい発明です。というわけで、書き文字の書き方いかがだったでしょうか？いやー、本当に奥が深いんですよ。書き文字って。オーソドックスな書き文字を好んで使う作家もいれば、オリジナルの書き文字を持ち味にしている作家もいて、今度皆さんのね、好きな漫画の書き文字、どんな風に入っているのか、なんてところに注目して漫画を見てみるのも面白いかもしれません。最後に個人的に書き文字の入れ方が天才的だと思っている作品を一つ紹介します。森川ジョージ先生のはじめの一歩です。僕自身、作品自体のファンなので、ファン的な目線もあるかもしれませんが、新人の頃ははじめの一歩の書き文字をめちゃくちゃ研究しました。パンチの時の迫力のある書き文字、ダッシュする時のマットの擦れる音、日常生活における効果音、本当に勉強になるので、書き文字で悩んでる方はぜひ参考にしてみてください。はい。それでは今回はここまでです。皆さんお疲れ様でした。またお会いしましょう。じゃあね。